はい、皆さんこんにちは。GSR 株式会社の渡辺です。本日は内装サポートに関してのご案内をさせていただきます。最後まで、聞いていただいてご参考になりましたら、いいねを押していただけたらと思います。どうぞよろしくお願いします。まず、フィリピンの物件の引き渡しの状態ですが、ほとんどが電化製品とか家具とかを入れたら住める状態にはなります。コンクリートとか、あと、コンクリート打ちっぱなしとかスケルトンの状態ではございません。ただ、賃貸に貸し出す中で、やっぱり家具が揃っていること、あとは内装に見栄えがいい方が利回りが高く出せたりとかですね、賃貸に客付けが、しやすいということで、内装のご案内を必ず弊社させていただきます。それでは、内装のご説明をステップでご説明します。はい、ステップ、1番目ですね。ユニットのサイズの測定ということです。これは日本も同様ですね。必ずユニットのサイズの測定をさせていただいております。で、結構デベロッパーからですね、ちゃんと図面はいただくんですけれども、大体ちょっとそれ通りではないことが、あります。大幅にずれてることはないとは思うんですけれども、多少やっぱりずれてます。で、特に購入した家具とかをただ搬入する分にはそこまでね大丈夫なんですけれども、必ずオーダーメイドの家具も中にはありますので、必ずきっちり測定をしております。はい、次ですね、アドミンのルールの確認をするって、アドミンとは管理事務所のことです。こちらはですね、必ず管理事務所のルールに、従って、準備をします。で、意外にフィリピン厳しくてですね、管理事務所が。なので、しっかりここは確認をして、許可書を取る必要があります。で、許可書に関しても、3日で取れる物件と、あと1週間から2週間かかってしまうものもありますので、そちらの確認も踏まえて必要になります。で、あと予算の確認です。これはですね、物件によってはですね、25平米の物件だったり、あとは何百平米の物件と、それぞれ、テナント様のおそらく生活スタイルも違いますので、家具の中身も変わっていきます。そういったものも見据えて、オーナー様に大体いくらぐらいかかりますよというご提案もしていただいてます。で、こちら4番、最終見積もりですね。どのものをどのぐらいで金額で買うかとか、あとどういった配置にするかっていうのを3D の写真をつけて、3D っていうのか、写真をつけて、お見積書のご案内をしております。で、これも色味もそうですね。で、5番、オーナー様が選択したプランの確認。これはですね、必ずフィリピンのスタッフ、弊社内装チームがありますので、その内装チームの人たちと必ずコミュニケーションをとって、作業を進めていきます。で、家具の購入。これも、ニトリだったり、IKEA のような大型の家具屋さんがないので、モールとか、あとは、卸問屋さん、などで発注をします。ただ、検品が非常に難しいので、見て買う方が、あの、まあ、きちんと買えるかなという感じはします。はい。で、あとは配電の確認。これはですね、意外とフィリピンは本当に、ソケットの位置が難しいです。っていうのは、生活感を考えずに、ソケットをつけてるので、例えばキッチンにソケットが1つしかない。でも、電子レンジと、あの、冷蔵庫つけるよねみたいな、そういうもう普通に疑問を持つことが非常に多いので、そういった場合にもソケットを必ず先に増やします。はい。で、2番でお伝えしたアドミンのルールを確認するなんですけど、これも、ソケットね、普通に考えたら、ここにこれ使うでしょ、だから2つ必要でしょって思ったとしても、管理事務所が許可を出さない時もあります。はい。で、弊社のポイントです。はい、部屋のイメージ、テーマを決める、一つポイントにする家具を決める、金額に強弱をつける、雑貨を加え、ワンランク上のデザインにする、この4つです。で、カラーイメージなんですけども、これは必ず、決めてます。どの色を差し色にして、どの色をイメージで部屋を仕上げると。なぜかというとですね、私、もう、賃貸業を専門とやっていた時ですね、もう何百部屋も見た中で、本当に100ユニット中1つぐらいですね、かっこいいな、これ住みたいなと思うのは。っていうぐらい、正直センスがあんまり良くなくてですね、玄関開けたら布袋様がこんなお腹を出してボーンって置いてあったりですね、服っていうポスター、
多分まあ服が来るように貼ってくれてるんだとは思うんだけれども、まあちょっと住みたくないなみたいな家が結構あったんですよね。なんかだから本当に目に入るものって非常に大事だなって思うことが多くてですね、あの必ずカラーストーリーは決めてます。で、家具に関しての、まあ、ポイントを決めるということは、例えばソファーとかで、まあ、この色味、このデザインのものを一つこう置きます。で、その中でそれに合わせて他の家具を決めたりとかですね、色味を決めたりっていう一つワンポイントになる、アイテムを必ず決めてます。で、3番目、金額に強弱をつけるということなんですけども、まあ、弊社扱っているものが、割と1000万円ぐらいの物件が多いんですよ。で、小ぶりなお部屋が多いんですけれども、必ず、まあ、予算も皆さんありますので、あのね、利回りのバランスもありますので、金額に強弱をつけます。なぜかというと、毎年毎年テナントが変わった場合にですね、その都度変えなきゃいけないアイテムももちろんありますし、まあ、変えなくていいアイテム、ここにやっぱり格差をつける、まあ、ご自身で使うのとはまた別の話なので、お安いものから、しっかりした金額のものを購入するものっていうのは、やっぱり強弱をしっかりつけないといけません。で、最後ですね、雑貨に加え、ワンランク上の、デザインを、にするということですけれども、これはまあ、観葉植物ですね。いわゆる観葉植物とか、あとは、絵を飾ることによって、まあ、写真撮りで、この部屋内覧してみたいなっていうきっかけを必ず作るようにしてます。で、なんか緑のものを入れるとね、気持ちも安定するみたいですね。観葉植物を置いて、今までこれ入居の前に出してください。まあ、これいらないんで撤去してくださいっていうリクエストは今までないので、まあ、まあ、ちょっとほっとはしてますけれども、大体の物件に弊社は観葉植物は必ず置いてます。はい。次はポリシーです。これは、価格のバランス、先ほど伝えたものと一緒ですね。耐久性、利便性、見た目、トレンド、あと機能性、異性問わず、国籍問わずですね。はい。あと、ユニットの平米によって生活のイメージの把握ということで、価格のバランスは先ほど伝えた強弱をつけるということもそうです。あの大体この物件の、平米の広さとこの立地であればどのぐらいの年収の層だったりどういう方が住むっていうのを想定して、これにはいいものこれにはちょっと低価格でっていうバランスをつけてます。耐久性に関しては、まあ、これ下の方にもあるんですけども、国籍異性問わずということでいろんな方が住みます。でよくフィリピン人のオーナー様にも言われるんですよ。日本人にできれば貸してって、日本人が綺麗に使ってくれるからとか言うんですけれども、やっぱり日本人人口少ないです。で、駐在員の方はですね、意外と住む場所も決められてます。決められてるというか、皆さん一緒のエリアに住みます。なので、えっと、まあ、どんな国籍の方が使い方がいろんな、いろんな使い方があるので、ね、耐久性にも備えてある家具を取り付けます。で、あと利便性に関してですが、女性が、ね、住むときには例えば水回りの棚とか、あとはあの洗濯物の干す場所とかを考えてやっぱり作ってます。で、あと見た目も重要ですね。やっぱりね、先ほども伝えたように、やっぱり見た目が一番最初にもうこう来るので、まあね、なんかとりあえずベッドとソファーだけあればいいですとかっていう方も、まあ、いますけれども、実際ね、ほとんどの方、99%おそらく見た目で借りたいなって思うと思いますので、見た目も重要だと思います。あとトレンド性ですね。これは世界共通で、やっぱり内装の色味だったりデザインっていうのはトレンドが必ずあるので、そういったトレンドも取り入れます、必ず。はい、これはお勉強してます。で、機能性という言葉ももちろんそうです。見た目が良くて機能がないっていうのは実際ダメです。この写真、ポリシーの下にある写真のように、やっぱりルームライトがありつつ、下にコーヒーが置ける、テーブルがついてるとか、必ず機能性がついたものを、使います。はい。で、これは先ほど伝えた通り、やっぱり一目見たときにピンクとかブルーとか黒ばっかりとかっていうそれだと異性がね必ず左右されてしまいます。で、国籍に関してもですね、やっぱり結構赤とか本当にいろんなこう奇抜な色をこうピンクショッキングピンクかないろんな色を
例えば中国の方とか韓国の方とか素敵だねとかって言うかもしれないんですけれども、基本的には国籍ヨーロッパの方から日本の方から韓国の方から中国の方から東南アジアの方から全ての方がやっぱり可愛いな素敵だなって思うような色味にしてます。でユニット平米によっての生活のイメージの把握ということなんですけれども、25平米に住む方30平米に住む方っていうのは基本的には8時間外で働かれてて寝る部屋っていうか週末は家にいるかもしれないんですけれども、基本的に平日は寝るために帰ってくる部屋っていう感覚は一緒だと思います、マカティに関しては。なのでどちらかというと空間を大事にしてます。はい。で、こちらがカラーストーリーになりますね。弊社が使っているカラーチャートになります。で、先ほど伝えたカラーを決めて内装に取り掛かるということなんですけども、どちらかというと、色味的に穏やかに目に優しい落ち着きやすいということをテーマに、であとはもちろん異性問わずということですね。意識して、大体この色味で、行っております。はい。で、実際うちが手がけたお部屋になりますね。これはマカティの中心街の物件で31平米ワンルームなんですよ。このダイニングテーブルの後ろにまずキッチンで、その後ろ玄関の近くに、バスルームがあって玄関という形になります。これもですねワンルームなんですけども、ベッドルームの、空間、それで、生活空間のソファーとテレビというくつろげる空間、それして食事の空間って分けさせていただきました。で、色味に関しては、グレー、薄いグレーと、あとベージュ。で、差し色に白。あんまりこう白は使わないんですけれども、これは白を使わせていただきました。で、鏡も大きめなんですよ。なので、31平米にしては大きく見れます。で、これに関して、この物件に関してはですね、結構、内覧の時も評判が良かったです。はい。あの、ちょっと私としてはちょっと女性っぽすぎたかなとは思うんですけれども、こういった物件も、あります。であと次ですね、スタジオタイプ、これも同じ平米の31平米なんですけど、ちょっとくの字型になってるお部屋で非常に作りやすかったです。で、これはダイニングとキッチンでくの字型になっていることによって完全に境目ができました。で、ただちょっとベッドのサイズをこちらは大きめにしてですね、差し色を黒でベースは茶色で、素材感に関してはウッド、ベージュウッドを入れましたね。なんで鏡はね、ちょっと大きいの持ってこれなかったんですよね。ソファーがあんまり長いのが置けなかったので、小さめの鏡になってます。はい。で、これがですね、非常に立派な、ゴージャスな部屋です。90平米でワンベッドルームという、ご存知かもしれないですけど、マニラにある、マカティにあるトランプタワーです。はい。で、これは非常にシンプルに仕上げました。で、家具を一つ一つ大きくして、大胆に見せてます。で、ベッドルームには実はかなり大きい鏡も入れてます。ちょっと写真がなかったんですいません。で、家具、このソファーに関してはですね、南アメリカから輸入している、家具屋さんになりますね、から購入しました。で、オーナー様にちょっと予算があったので、贅沢な家具を買わせていただいてます。で、窓がですね、非常に大きくてですね、これをちょっとポイントとしたかったので、卵みたいなライトを置いてみましたね。これ、ライトつけて夜は夜景だけで楽しめるという部屋になります。これも今お客様が入ってます。日本人の方ですね。はい。で、家具がですね、ソファーに関しては、これ本当は平らまっすぐにもできるし、こう、カーブにもできるしという、ちょっと、自由自在に動く、ソファーでして、実は着せ替えというか、こう、取り外しもできるものなんですよね。賃貸にもってこいの家具でした。はい。で、最後、スタジオ、25平米。これは、弊社で行った内装で一番小さいユニットではないんです。21平米から弊社、内装しましたが、25平米って実は弊社がですね、2番目に多く販売した物件の数、パセオデロセスというユニットの、内装になります。で、その中ですね、こちらのお客様はですね、家具から一つ一つすべてオーダーしたいということだったので、オーダーしました。で、これはですね、本当に家具屋さんと、きちんとですね、こう、ドローイングというか、デザインをしてオーダーさせてもらいました。で、小さいユニットだったんですけれども、ごめんなさい、写真にはないんですけど、実はこれ、仕切りもあって、ワンベッドルームのように使えます。で、家具がですね、仕切りを作ることによって、25平米がかなり大きく、取れる、見れるようになりました。で、
クローゼットもですね、非常に大きい、女性の方でも十分だなっていうクローゼットを、作りまして、ベッドの下には実は収納があります。で、キッチンなんですけれども、カウンタートップを延長しまして、天板ですね、延長しまして、あの、こう下から出てくるようにキャスターがついてます。そうすることによって、この字になるんですよ。で、ワインを置くスペースも作りましたので、ちょっとお酒を飲む方とかもお友達が来れたりする、デザインになってます。で、仕事ができるようにテーブルも配置して、そこの下にライトもつけました。はい。で、ごめんなさい。最後にですね、家具の配置にも非常にこだわりを持ってます。で、必ずですね、家具の配置、どこに向けてとか、どのぐらいの位置で、写真撮りをするかということもスタッフに必ず指示をしてます。で、その配置が良くて、デザインも良くて、物件も良くて、で、写真があれってなると、やっぱり客付けのチャンスを失ってしまいますので、弊社必ず写真を撮るチームもいます。必ずチャンスを逃さないように心がけてます。運用をしっかりできるように、ブローカーさんとか、あとはテナントご希望者、お客様内覧される方に提供できるようにしてます。で、今までの、弊社の内装というものはですね、弊社から買っていただいた方の内装が非常に多かったんですけれども、他社で買われた物件を弊社で内装したいという方もどしどし受け付けておりますし、今もうお持ちで運用している物件のリノベーションとか、あと、デコレーションも受け付けてますので、ぜひお問い合わせいただけたらと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。ご参考になればいいねをお願いいたします。ありがとうございます。